プラットフォームを隠してるんじゃないかなっていうのはすごく思ってます。セールスフォースの営業さんが知らずにもう契約しちゃってる。できるにもかかわらずそれを知らない。幽霊ライセンスがいないか。具体的にどういう人だったら安いライセンスに変えれるかってあるんですか？知らない方たくさんいると思うので、今日は最後まで見ていただけたらなっていうふうに思ってます。こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と新森です。今日はこの2人でお届けしていきたいなっていうふうに思っておりまして、お揃いの可愛い T シャツでモノクロ組でやっていきたいなと思ってるんですけど、今日のテーマはセールスフォースのライセンス費用をもう少し下げられないかっていうこのちょっとナーバスな内容にはなるんですけど、3つ今日お伝えしたいことがあってですね、まずこの誤解がいろんな企業さん、セールスフォースを導入している企業さんで誤解あるなっていうふうに思っていて、社員全員が高価なライセンスを契約してしまってる、つまり社員全員が高価なライセンス契約が不要ってことを知らないってことですね。で、2つ目がこれ我々がご支援させてもらったお客様のことなんですけど、最適化した結果年間で1500万円のランニングコストですからね、が削減したことができるにもかかわらずそれを知らない、こういった事実です。最後、役割と役職によってライセンスの種別を変えれるっていうことを知らない人たちがいる。この3つについてお話をしていきたいなっていうふうに思っております。では早速本編に入っていきたいと思います。新堀さん、冒頭でもお伝えしましたが、今日はセールスフォースのライセンスについてお話をしていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、いろんなお客様と接触させていただくこと多いんですけど、どんな誤解生じてますか？全員もうセールスクラウドだからセールスクラウドを契約しないといけない。オンリーもうこれ1本でいかないといけない。あとはセールスフォースさんからセールスクラウドがおすすめですって言われたから、もうそれを使わないといけないと信じきってしまっている。他の選択肢がないって思ってる。そうですね、もうそれしかないと思っている。なるほどね。具体的にセールスフォースのライセンスをいろんな人が使っているものの、営業の人はセールスクラウド、この人はサービスクラウドとかっていう選択肢を知らないっていうことだと思うんだけど、具体的にどういう人だったら安いライセンスに変えれるかってあるんですか？例えばバックオフィスのメンバー、経営層とか営業事務の方とか、要するに商談とか営業情報あんま見らない人たちっていうのはいらないかなと。商談を全く見ないにもかかわらず全員がセールスクラウドを使ってるってことですよね。そうです。知らない方たくさんいると思うので、今日は最後まで見ていただけたらなっていうふうに思ってます。じゃあ具体的にどれぐらいのコストメリットがあるかっていう超シビアなお金の部分から具体例を教えていただきたいなっていうふうに思ってます。では具体的に100人の組織でしたと、社長も取締役の人も含めて全員100人でした、っていう時にほとんどの場合がセールスクラウドのライセンスを100人契約していることが多いと思うんですけど、そういう人たちの企業の場合には年間のランニング費用が2520万円、結構えぐいですね、5年間でいうと1億なので、少なくとも10億の売り上げを上げないと利益率10%で考えた時に、全てをセールスフォースに注げるっていう観点でいうと2520万円のランニング費用になってしまうんですが、そのようなお客様が我々がご支援させていただいた時にはどういう風なライセンスの最適化になるかっていうのを教えてもらえますか？ケースの1つ目は営業さんが30人、それ以外の70人はプラットフォームライセンスで良くなったので、合計でいくと1008万円っていう金額感だったので、削減としては1500万ちょっとの削減ができたっていうところが1個あります。ということは、ライセンス費用が年間で1000万ちょっとになったってことですよね。そうですね。半分以下ですよね。半分以下ですね。60% ぐらい。結構大きいですよね。大きいですね。となると5年間でいうと1億だったのが5年間で5000万ほどになる、いいケースですね。いいですね。じゃあ続いては、営業が仮にじゃあ20人だった時っていうのはもちろんプラットフォームは80人になるので、これでいくと800万程度、正確には792万円っていうことになるので、1728万円の削減が見込めるっていう形になります。70% オフですよね。なので10人でも結構違う。そうですよね。仮にですよ、今2520万円払ってる企業さんが同じ売上高、同じことをして 70% の販管費を抑えることができますってなるともう笑っちゃうよね。もうえぐいですね。でもですね、これができない企業さんももちろんいると思うんですけど、しっかりこれができる企業さんとか、どういうふうなことをしたらここまで削減できるかっていうところを深掘りしていきたいなっていうふうに思っています。
ます。はい、じゃあ次の、ご説明では、2つお話をシンボリさんにしていただきたいなっていうふうに思っておりまして、具体的に 70%、7割引きのような感じですよね。はい、になるためには、どの役職にどのライセンスがいるかっていうのを整理していただきたいなっていうふうに思ってます。そして2つ目が、この情報ってあまり世に出回っていない情報で、なぜフライクがこういう話ができるのかっていうところを教えていただきたいなって思ってます。具体的には、セールスソースの直販営業だったりとか、セールスソースの代理店、世の中にたくさんいると思うんですけど、その代理店が絶対言わないような話を、シンボリさん、はい、勇気を持ってお話をしていただきたいなっていうふうに思っております。はい、では、早速具体の内容を聞いていきたいなっていうふうに思っておりまして、ここでは大きく分けて4つお話をしてもらいたいなっていうふうに思ってます。まず1つ目が3つのプロダクトがあると思いますので、はい、その代表的なプロダクトの違いを教えていただきたいなっていうふうに思ってます。その3つのプロダクトの理解が終わった段階で、2つ目、併用の仕組みと役割ごとの割り当てについて教えていただき、最後、プラットフォームで十分な企業のパターンっていうのを知りたいです。で、最後ね、おまけ的なところで、セールスソースの直販とか代理店が絶対に言わない、不都合な事実かなを教えていただきたいなっていうふうに思っております。では、早速、シンボリさん、はい、1つ目の3つのプロダクトの違いについて教えていただきたいんですけど、まず3つって言ってるのが、セールスクラウド、サービスクラウド、プラットフォームっていうこの3つのライセンスを今日はテーマに話していこうかなっていうふうに思ってます。で、結構セールスとサービスって名前の通りなんですけど、セールスは営業であったりとか、マーケティングに特化したようなライセンスになってます。で、次にサービスっていうのが、サポート、サービスを提供するような人たちが使うので、カスタマーサポートであったりですとか、っていう人たちが使うようなライセンス。コールセンターもそうですよね。コールセンターとかもそうですね。はい。で、プラットフォームは、そういうところに特化をしていない、もう自分たちでカスタマイズをして作っていきましょうっていうライセンスになるので、この3つのライセンスをお話ししてるんですけど、冒頭にあった事実のところでいくと、このセールスクラウドをうちは使いたいから、セールスクラウドしか使っちゃいけないと思ってる企業さんがいらっしゃいますが、実際には営業はセールスクラウドを使っていて、コールセンターの方はサービスクラウドを使っていて、他のメンバーはプラットフォームを使っていますよっていう構成が取れるっていう形になります。じゃあ具体的にセールスクラウド、サービスクラウド、プラットフォームのライセンスがあるのをしっかり理解をしてもらいました。はい、じゃあその理解をした上で自分たちがどのライセンスがいいかっていう判断の一つ目のポイントってあったりしますか？はい、まず、メインの機能のところですよね。例えばリードとか見込み顧客の情報ですね。あとはキャンペーンみたいなイベントをします、セミナーをしますみたいなその集客の効果測定をしたいような機能であったりとか、あとは有名どころの商談って呼ばれる営業の引き合いから受注までのプロセスっていうところを管理していきたいっていう企業さん、あと役割の方っていうのはセールスクラウドっていうのがすごく合うかなっていうふうに思ってます。と一方で、営業のところは一旦置いといて、それこそ CS の方とかコールセンターの方っていうのがお客様からの問い合わせを自動的に受け付けるようなケースっていう機能であったりですとか、そのケースの中に溜まった情報を、社内のナレッジとして読み戻すために使っていくような機能、ナレッジ機能であったりですとか、あとは電話とか IP フォンとかと連携をしながらコールセンターの人が電話をしながら対応するような、そういった CTI 連携をしたい時にはサービスクラウドって呼ばれるライセンスっていうのが一番適切かなっていうふうに思ってます。で、最後プラットフォームの考え方としては、こういったものもそうなんですけど、自社でオリジナルのものを作っていきたいっていう企業さんはプラットフォームライセンスが一番合うので、この3つのそれぞれの違いっていうところをしっかりと理解しながら判断していくっていうところが必要かなっていうふうに思ってます。弊社フライクでいうと備品管理とかね、そうですね、全く違うので、例えば総務とかね、そうですね、あんまりセールスソースのライセンスは持ってる人はいないけど、できるんだったら3000円のライセンスでそういうこともやった方が、何かその企業情報を見たいとか、活動履歴も見たいっていうのはもし総務の人にもあれば、あと小さい企業さんとかよくあると思うんですけど、営業事務って言われる人たちが、いろんな役割を兼任している、させられてる、営業事務やったり、他何があるんだろう、経理やったりとか、総務、人事とか、一人で4つぐらい役職持ってる人には、このプラットフォームライセンスが良かったりしますよね。そうですね。じゃあ続いて2つ目の併用の仕組みと役職者別の割り当てについてお
お話を聞いていきたいなっていうふうに思ってます。じゃあ、先ほどのセールスクラウド、サービスクラウドっていうのは、比較的値段が高いライセンスだと思うんですけど、21,000のライセンスです。プラットフォームのライセンスは、3,000円のライセンスとか、12,000のライセンスっていうのが、また枝分かれしていくと思うんですけど、どういうふうな組み合わせをした方がいいのかっていうのを教えてもらっていいですか？まず、軸は置いた方がいいなと思うので、セールスソースの中で営業管理をしたいのであれば、まずセールスクラウドっていうところを軸として置きながら、そこに対して、じゃあ先ほどあったような経理の方とか、営業事務の方、バックオフィスの方っていうところに、プラットフォームをこう当てていくみたいな形の併用のパターンっていうのが一番多いかなっていうふうに思ってます。あとはその中にカスタマーサポートの人がいたりとか、コールセンターのチームがあれば、じゃあサービスクラウド入れようかみたいな形で併用していくっていうところが、あるあるかなっていうふうに思います。ただ、なんかお客さんと話をした時に、うち多分できないと思うよみたいなことを言われる人が結構私相談はあるんですけど、例えばプラットフォームの機能だったら取引先と取引先責任者と、活動とレポートダッシュボードしか使えないから、ちょっと機能弱くないとか、せっかくセールスソース使ってるのにねみたいなところだったりとか、あとはライセンスを変更するとデータなくなっちゃうんじゃないみたいな心配する人いると思うんですけど、この2つについてなんか専門家からどういうふうな知見ですか？まず今大滝さんからおっしゃっていただいたのは真実のところで言うと嘘です。嘘なの？嘘です。なので、2点いただいたと思うんですけど、どっちも嘘です。で、まず前者の方のプラットフォームの機能が貧弱だっていうところは、まず貧弱ではない。使える箱が違うだけで、機能としては同じになるので、全然貧弱じゃないですし、CRM って呼ばれる顧客管理っていう観点でも取引先も担当者も活動も使えるので、全然使えるライセンスだと思ってます。私ですね、このライセンス最適化の話をさせてもらった時にびっくりしたことがあって、お客さん、標準機能とカスタムオブジェクトの違いすら知らない人っていません？いますね。一番初め、その経営陣は素敵なデモを見ているので、全部使えるって思ってるから、じゃあ21,000高いけど仕方ないねって契約してるけど、実際は蓋開けてみるとカスタムオブジェクトだらけで、で、それを話をすると、これカスタムオブジェクトって何？みたいな。標準の機能とカスタムオブジェクトの違いすら知らない人もいるのは結構びっくりしましたね。確かに確かに。すごい世界観見せられて、これが標準なんだと思ってる方がいっぱいいるってことですよね。意外と何もないですよね。何もない。じゃあ次のライセンスを変えるとデータが消えるっていう質問に対して、嘘ですっていう風なご回答もらいましたけど、本当に嘘なんですか？これはまずデータは消えないです。見れる権限がなくなるだけであって、過去のデータは組織上に残っているので、まず消えてないです。ライセンスの権限を割り当てているだけになります。なのでこれも嘘になります。っていうことは別にデータは移行しなくても使ってないんだったらそのまま放置しといてもいいし、そのセールスクラウド、サービスクラウドの標準の機能でなんか違うデータとして見たいよっていうことであればカスタムオブジェクトに移行することもできるっていうことなんですね。できますね。あとはこれがちょっと罠なんですけど、プラットフォームライセンスってシステム管理者になれないライセンスになるので、必ずプラットフォームで構成するときも1本はセールスクラウドとかサービスクラウドみたいな管理者のライセンスが必ずいるので、管理者は移行しても残るので、絶対にその人が引き出しちゃえばいいので見れるって思っていただいて大丈夫かなと思います。じゃあ例えばセールスソースを契約した時にはマーケもセールスも、カスタマーサクセスも全員使うから全員セールスクラウドにしてました、でも1年経って2年経ってそんな使えてないと。じゃあマーケはセールスソースを使うのやめようってなったら、リードの機能が使えなくなるから、リードのデータどうしよう、使い続けないといけないって思ってる人は、実はもう使わないなら使わないで別にいいし、スプレッドシートで落とすこともできます、データを。ただそのリードの中にはデータは残りっぱなしなんで、また使いたいよってなったら使うこともできるっていう意味合いですよね。おっしゃる通りです。それ知らないって結構なんでだろうね。ちょっとかわいそうというか、もったいないですよね。僕らのせいですね。YouTube 届けきってないですからね。なるほど。じゃあ3つ目、プラットフォームスターター3000円のライセンスなんですけど、それで十分な企業のパターンを教えていただきたいなっていうふうに思ってます。まず1つ目がそもそものセールスクラウドの機能とかサービスクラウドの機能を使えていないっていうお客さんですね。セールスクラウドって結
構いろんな機能あるじゃないですか。セールスフォースの営業さんもそんな機能あるんですねみたいなことを言われるケースがありますが、やっぱりそういった機能を全然使えていなくて、セールスクラウドが仮に100機能あった時に1個だけしか使えてませんとか、2個しか使えてません、要するに商談しか使ってませんとか、リードしか使ってませんみたいな企業さんについては、もうそれカスタムオブジェクトで使っちゃえばいいじゃんっていうところがあるので、絶対にいらないかなっていうふうに思ってます。まあちょっとぶっ込むとさ、はい、セールスフォースじゃなくてよくねっていうのもありますよね。もうまさにセールスクラウドね、なので全くセールスクラウドの機能を使ってないってお客さんは、一旦セールスフォースを使うのもちょっとやめるのを検討してもいいかもね。ありだと思います。なんかキーントーンとか、ノーションとか、いっそエクセルでよくねみたいな人もいるという意味合いですね。ただセールスフォースを便利に使いたいと思ってると、今後も使いたいと思ってるお客さんでライセンスを最適化したいっていう人は、セールスクラウドを全く使ってないんだったらプラットフォームの3000円変えれるよっていう意味合いですね。はい、そうです。じゃあ2つ目教えてください。はい、2つ目は今セールスクラウド使ってるが、他の部分もちょっと自分たちも使いたいって言って乗ってくるようなパターンですよね。例えば営業管理だけは今セールスフォースでしていて、販売の部門っていうのは販売管理は違うところでやってますみたいなケースっていうのは、じゃあ販売管理の機能をセールスフォースに載せましょうねっていう時には、販売するためには別に販売情報とか売上情報とか見積もり発注があればいいと思うので、そこはプラットフォームだけで作り込みましょうみたいな形で、他の部門にこう展開をしたい載せたいみたいな時にもプラットフォームで十分かなっていうふうに思います。意外と営業事務の方ってセールスクラウドのライセンス持ってない人って意外といるなと思ってて、見積もり依頼は実はスラックでしてしまって、Excel で作って、その Excel をスラックにまた添付して、営業は Excel をセールスフォースの中にまた入れるみたいな、無駄なことをやってる企業さんとかはまさにこれだなと思ってて、営業事務だったりとか、あとは請求書送付業務を、経理がやってるみたいなところの企業さんとか総務の人っていうのも安いライセンスで構成することもできるっていう意味合いですよね。はい、そうです。だからそうすると、なんか営業だけじゃなくて、会社の中にいるいろんな役割の人にもセールスフォースを渡した方が便利になることってありそうですね。そうですね。じゃあ最後3つ目を教えてください。はい、最後は、カスタムオブジェクトしか使っていないっていう企業さんですね。もうこれはもう言わずもがな言わずもがな、もうなんでそもそもセールスクラウドなんていう話だと思うので、カスタムオブジェクトでしっかり作り込んでプラットフォームでやりましょうっていう話かなと思います。はい、じゃあこの3つですね。まずセールスクラウドを使い切れていない、セールスクラウドを他の部門とか、他のチームに付与したい。で、あと最後にカスタムオブジェクト中心でやってるんだったら別に、高いライセンスじゃなくてよくねっていうことですよね。この動画で伝えたかったことはこの3つなんですが、ただこの情報をなぜ知らない人がいるかみたいなちょっと不都合な事実真実について勇気を持って聞いていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、僕らセールスソースさんからの紹介案件って、年に1回あるかないか、ほぼないんじゃないですか。となった時に、忖度しなくてもねみたいなどうしても働いちゃうんですけど、セールスソースはいいツールだと思うし、僕らも使ってるので自信持ってお勧めするものの、販売している人たち、つまりセールスソースの直販の人だったりとか、代理店が絶対に言わないけどお客さんは知っといた方がいいよっていう話をちょっと教えてもらいたいなって思ってるんですけど、そもそもなぜセールスクラウドで提案してるんですかね。高いからじゃないですか。でもお客さんって購入しなくない？安いライセンス知ってる、3000のやつある、その中で21000のあるって言った時にわざわざ21000売ってなかなかないなと思うんですけど、7倍よ。7倍やばいですね。アイスクリーム100円で売ってるのにさ、700円の買うのってさ、なかなか700円って年に1回あるくらい。それこそ。でもなんか1個は、なんか私プラットフォームを隠してるんじゃないかなっていうのはすごく思ってます。セールスソースの営業さんが。お客さんが問い合わせ来たらもうセールスクラウドで持っていくみたいな形で持っていっちゃうので、そのプラットフォームの情報をなんか自分たちでこうアンテナ高くて収集する企業さんならいいですけど、もう言われたまま、これなんだって思って知らずにもう契約しちゃってる。じゃあ100円のアイスの存在を知らないと。知らない。もう世の中700円のアイスクリームしかないと。そうです。っていうことね。でも代理店の人たちは伝えてもいいんじゃない？僕らがもし仮に代理店やってるんだったら、知ってるんだったら別に3000のライセンス教えてあげてもいいのに、なんで代理店も言わないんでしょうね。何その円マークですか？お金が欲しいんですよ。お金が3000円10本売るより21000円10本売った方が利幅の話いっぱい儲けれる。インセンティブか。じゃあこそっと100円のアイスはあるけど品切れですと。700円しかないんですよ。むしろ初めからもう商品ラインナップから
100円消してるかもしれないってことね。そうですなるほどね。っていうことはインセンティブもあるし、お客さんが知らないんだったらそのままセールスクラウドで押しちゃおうみたいな。そうですわかんないけどね、信じるか信じないかはそんな話ってことですね。はい。あとは、これはなんか良さだとは思いますけど、やっぱりこの SaaS とかって呼ばれるこの時代で、基本の機能がありますよと。ものづくりにお金かけなくて、もうちょってやっちゃえば使っちゃいますよっていう方が、やっぱりライセンス売る側としては売りやすい。インプリに1億かかりますって言っちゃうと、じゃーってなっちゃうので、じゃあ契約してくれば使えますっていう売り方の方が早く受注できますよねっていうところもあると思います。システム開発費用に1億かかります。それが2万1000円で月額なりますって言ったらできるけど、そんなシステムある2万1000円で使えるシステムで1億のバリューがあるのってね、まあちょっと最近の事情で言うとクロードコードでそうですねとかね、AI で某が大炎上中ですけど、エンジニアはいらねえみたいな、音声だけで全部作っちゃったぞみたいなやつですね。それと結構似てるかもしれないですね。じゃあなぜフライクがこの情報を言ってもいいんですか？一応パートナーなんですね、フライク社。パートナーでインセンティブは発生はしませんね。セールスフォースこんなに動画撮っても、はい、かわいそうですね。なんでなんですか？フライク社はどういうスタンスでやってるんですか？我々はやっぱりそもそもシステム導入成功率 52.8% を上げたいっていうところがあるので、高いライセンス売っても別に何もないですし、あとやっぱりちゃんといいツールを長くずっと使ってもらって、その会社さんが良くなってほしいとか、なんかもっと効率化してほしいとか、目的いっぱいあると思うんですけど、そこをしっかり目指してほしいので、我々としてはちゃんとコストは抑えていいものを使ってほしいので、それを提案するスタンスがあるからっていうところはあるかなと思います。じゃあこの仕組み分かりましたと。2万1000に100人契約しているので、じゃあ明日から3000のライセンスにしたいですっていう企業さんいたらどうします？進みます？無理ね。一旦ちょっといろいろ調べたりとか、その準備をしてほしいなっていうふうに思います。じゃあその準備について教えていただきたいなっていうふうに思ってます。はい、じゃあ具体的に明日からライセンスを安くしたいって止められちゃったじゃないですか。やりたいです、待ってください。じゃあ具体的にどういうふうなライセンス最適化の進め方をしたらいいのかっていうのを教えていただきたいなっていうふうに思ってます。なぜライセンスを急にできないのかっていうのをロジックってもらわないと納得できないんですよね。なのでその納得できるような情報をいただくことってできますか？じゃあまずやらないといけないことは、そもそも何の機能を使ってるんだっけっていうところがちゃんと整理できてないと、変えました、あれ実は商談めちゃめちゃ使ってましたってなっちゃうと、もう試合終了困るになっちゃうので、ちゃんと今何を使ってるのかっていうところをまず把握しましょうっていうところをまずやってほしいなっていうふうに思います。でその上で、商談あんま使ってねえ、セールスクラウドあんま使ってねえであれば、ここから選定をしっかりとしていきたいなっていうふうに思うので、そこから初めて、スタートライン立てるっていう形になるかなっていうふうに思います。そこからもう変えれる？そこからまだしないといけない。まだある？まだしないといけないですね。全部で何ステップあるんですか？全部で5ステップぐらいあるんじゃないかなと。今は1ステップで、そこから2ステップ目で、じゃあ利用状況分かったのでどのライセンスが合うんだっけっていう、ここから選定をしていくっていうのが2ステップ目になるかなと思います。である程度選定しましたと。そしたら次は、これすごいシステム的な話なんですけど、権限のところを考えないといけない。例えばこの人はセールスクラウド、この人はプラットフォームになった時に見える見えないが出てくるので、ちゃんとそこのどこまで見せたいんだっけっていう権限のところまでしっかりと考えていくっていうのが3ステップ目になります。で4ステップ目はもう本当にセールスソースの中身の設計を見直していかないといけないので、じゃあ標準のオブジェクトをカスタムに変えましょうとか、紐付きを変えるのでデータ移行しましょうねみたいな、設計をしっかりとしていく。そして最後はそこから、じゃあどのくらい切り替えにかかるんだっけ、運用コストもどのくらい切り替えコストかかるんだっけっていう、将来の設計計画っていうのをしていくっていうところが必要になるかなと思います。長いですね。結構。じゃあこの5ステップをするには結構時間かかりそうだなっていうのが思ったんですけど、具体的にどういうことを各ステップでやっていくかっていうのをさらっと教えてください。さらっと。多分ね、興味ある人たちって多分情報システム部とか営業企画とかだと思うんですけど、お金を払う CFO とか最終意思決定をする COO、CEO は多分このステップにあんま興味ない安くなって同じような機能が使えればいいと思うので、サクッと教えてほしい。で詳細を知りたい人はぜひノートをご覧ください。頑張ってね、ノート書いてるの読まれんと
悲しいので。じゃあこれをきっかけに。これをきっかけに。ちなみに2万文字書いてるんで。そしたらまずは、誰が使ってるのかっていうのをちゃんと洗い出すっていうところで、今設定されてるユーザーの方とか、ログイン頻度とかをしっかり見て、意外といますよね。ログインずっと何ヶ月もしてない人たち。もうこれ絶対いらないので、そこをちゃんと洗い出してなくすっていうところをやりましょう。なので、もうユーザーの一覧画面からログイン履歴をちゃんと見る。もうこれだけで大丈夫です。その次は、じゃあ使ってる人たちが、誰がどの機能をどのくらい使ってるのかっていうところを見ていただきたいので、そこを見ていくんですけど、これも一個一個見ていくのめんどくさいので、もうデータ量を見ればいいと思います。各オブジェクトごとのデータ数が見れる画面があるので、そこを見ていただいて、こういうレコードあるんだなっていうのをもう把握していただくっていうところをすればいいかなっていうふうに思います。じゃあ、やり方は分かりましたと。ただ、見てる人によって思ってること違うだろうなと思ってて、はい、CEO、CFO、COO はこの話を持って帰ってもらいたいんだけど、何を持って帰ってもらいたいのか。あとは、上司の人たちは具体的な行動を起こしたいと思うので、何を持ち帰ってほしいですか、この動画を見て。じゃあまず情報システム部門の人たち、まず幽霊ライセンスがいないか、使ってない人がいないかっていうところをまず洗い出しするところをしっかりと持ち帰ってやってほしいなっていうふうに思います。あとは経営層の人たちっていうのはちゃんと今どういうライセンスを契約してるのかとか、契約期間がどのくらいあるのかっていう今の現状をちゃんと確認するっていうこの2つをそれぞれ持ち帰っていただきたいなっていうふうに思います。絶対倫理の時に見てるもんね。なので、まずはそのライセンスの今の状況とかを把握してもらいたいなと思ってます。ただ、今日この動画を見てくださった方って、すごく勉強熱心だと思うんですよね。はい、多分ここまで30分ぐらい、僕らわんさかいろんなこと話したと思うんだけど、分かったとフライクさん。はい、ただ自分たちでするのはめんどくさいっていう人多分いると思うんですけど、そういった時って何かご支援ってできるんですか？はい、我々の方で一回ヒアリングをさせていただいて、簡易調査とか変えれるか変えれないかっていうところを実施させていただくことが可能なので、ぜひお声掛けいただければいろいろ見て一緒に相談に乗っていくってことはできると思います。簡易調査する時ってお金かかるんですか？かかりません。かかりません。はい。かかるか？かかんない。なんで聞かれた？まず簡易調査するときには機密保持契約だけは結ばなくちゃいけないので、しっかり結ばせていただいて、そこで簡易的なヒアリングはしたり、一緒にオブジェクトの構成見たりとか、データの容量見たりすることはできますと。ただ、それを実行するときにはお金かかると思うんですけど、どういうふうなご提案されてるんですか？まず調査結果をしっかりご報告させていただいて、これだったら変えれますよ、変えれませんよとか、ライセンスの数とかも一緒に見ていったりですとか、あとは変えるためにはやっぱりこのくらいの初期構築というか切り替えのところをしないといけないので、このくらいの費用感かかりますよっていうところまでは、無償でお伝えさせていただけるかなっていうふうに思います。じゃあ今日のこの動画で伝えたかったことはこの3つかなっていうふうに思ってて、まずセールスフォースのライセンスは一つの組織内でいろんなセールスクラウドとかサービスクラウドとかプラットフォームのライセンスがまず併用できますと。なので100人の組織であれば全員がセールスクラウドを使わなくていいので安くすることもできて、おそらく1512万ぐらいの差が出るんじゃなかろうかというところがポイントの1つ目だと思います。で、2つ目は実際は提案する側、ちょっと大きな声で言うのちっちゃい声でいいんですけど、ユーザー側に立って最適化を進めている動機があんまりなさそうですよね。なのでちゃんとお客さんの立場で立ってそういうのをご提案できるパートナーさんを見つけましょうと。我々以外にも多分そういうことやってる企業さんもいらっしゃると思うので、その今お付き合いあるパートナーさんにも聞いてもらってもいいのかなっていうふうに思ってます。で、最後やることは幽霊ライセンスの洗い出しなので、幽霊ライセンスを自分で、検索できる上司の方だったりとか管理者の方はぜひやってもらいたいですし、僕みたいにあんまセールスフォース扱ってないよみたいな、契約する時にだけ一生懸命聞いたけど実際使ってませんみたいな人は上司だったりとかシンボルさんに相談できるといいですね。じゃあ自分たちでできない人だったりとか、上司だけどそんな詳しくない人たちもいると思うんだよね。セールスフォースは詳しくないっていう人たちもいると思うんですけど、フライクさんのこの動画見て分かりやすかったけどできんっていう人は多分シンボリさんに連絡したいと思うんですよ。どういう手段がいいですか？お手紙、電話、ファックス、ツーポポポポみたいなやつ、モールス信号冗談はさておきまして、概要欄の方にセールスフォースライセンス最適化プランの詳細ページが貼ってあります。そちらから60分無償相談会の日程調整ができますので、ぜひそちらから調整をいただいて、我々2人と会っていただいて、もう本当にフランクにお話が
できればなと思っております。じゃあこういう風な感じで我々フライクの動画では、ベンダーに忖度なくユーザー企業目線でお話をしていきたいという風に思っておりますので、次回の動画もお楽しみにお待ちください。多分1週間に1回は動画アップロードできると思いますので、ぜひお楽しみにお待ちくださいませ。最後にですね、ここまで見てくださった方、チャンネル登録といいねボタンでコメント、意外とね、コメントちょこちょこ来るんですけど、まだまだコメントしていただきたいので、わからなかったこととか、こういうところ聞いてみたいとかっていうのは、ぜひいただけると、私かシンボリが回答していきたいというふうに思っております。では、次の動画までお楽しみに。バイバーイ。